皆さんこんにちは。泉橋酒造6代目蔵元の橋場雄一です。今からですね泉橋酒造の、これまでの米作りの歩みのような話をしたいなというふうに思いますので、ぜひご付き合いください。よく聞かれるんですが、どうして酒米を作り始めたのでしょうかという質問が結構あります。で、僕の年齢がですね52歳なんですけど、ちょうど今からですね26年前ぐらいの話になります。当時ですね1994年平成6年に小瀬明さんの書いた漫画「夏子の酒」がテレビのドラマでやってたんですよね、平成6年に。でそのドラマを見て、酒蔵の跡継ぎの人がその米作りからやるというですねそのシチュエーションにこういったジャンルもありなんだっていうような感じでこう感銘を受けていました。また当時出てた涌井絵美さんもいいなというふうに思ってたんですが、それが94年ですね。で95年ですね、ちょうどWindows95 が出てきて、もう今ではもう死後かもしれませんけどインターネット元年と言われた年ですねに、私はちょうど大阪で別の会社に勤めてたんですが、実家の神奈川県海老名市に帰ってまいりまして、泉橋酒造のこの会社に入ることになりました。当時95年にですね帰ってきた頃ですね、実はすごいやりたくないことがあったんですね。その一つが米作り、それから、もう一つが消防団に入ること、この2つがすごい嫌だったんですよ。でうちの家自体は田んぼもありましたので、実は僕も小学校の頃からいやいや田んぼを手伝ってたようなところがありまして、実家帰ったら米作りやんなきゃいけないのかなってずっと思ってたんです。ところが現金なもので95年帰ってきた年にですね、食料管理法というですね、戦時中にできたお米の流通を管理してた法律がですね実は廃案になりました。これどういうことかと言いますと、農家さんが作ったお米は全て農協さんが買い取って、その農協さんが酒造組合を経由して酒蔵に売るというですね、農家さんが作ったお米が酒蔵に来るまでの間に農協さんが間に入るというふうに法律が規定されていました。そういった法律がですねなくなりまして、農家さんから直接酒蔵も OK というような形にお米の流通が自由化されました。うちの家でお米も作っていましたから、それじゃあうちの田んぼで作ったお米で直接お酒ができるんじゃないかというふうに95年気づきまして、現金なものでですね突然米作りやると夏子の酒のドラマみたいにしたいというふうに思ったのが実は最初でございます。でもう一つ伏線がありまして、先ほど Windows95 が出た年だというふうに言いましたが、僕もパソコン好きだったんでインターネットすぐ始めてました。そんな中でうちのホームページを当初作ってくれた人がやっぱりちょっと進んでてですね、ぜひ消費者が参加できるような企画を中に入れていこうという話がありまして、そこでじゃあ米作り自分で作ったお米で自分の会社で酒が作れるということから、じゃあ田植え稲刈りをするイベントを、そのホームページの中に入れときましょうという形で入れたんですね。で入れたところ、当時ホームページを作るとですね新聞に載った時代でして、作りましたって言ってニュースリリースしたら2つ新聞に載りまして、そうしましたら急にメールでアクセスがありまして、田植え参加したいっていう人たちが70名集まりました。そんなところから田植え稲刈りのイベントが始まりまして、泉橋酒造の酒造りは米作りからというのが始まったのが96年ですね。そこが最初になります。そこからその後どうなったかといいますと、自分家の田んぼは0.5 ヘクタールだけですので、仕込み1本作れるか作れないかの量でしたが、夏子の酒の漫画にあるようにですね、農家さんに米作りをお願いしようということになりまして、消防団の先輩にお願いをしまして、市内でこれからバリバリ米作りをやっていく可能性がある若い農家さんたちを4名集めていただきました。その人たちが当初の酒米研究会のスタートメンバーなんですが、武井さん、稲見さん、神森さん、鈴木さんです。当時若い人ですと、僕は当時26歳ですけど、農家さんたちも若い人は30代、年いってる人でも50代ぐらいで、今で考えるとものすごい若い人たちが集まっています。その人たちが一緒に
酒米作りを始めたのが、まず実験で97年に山田錦とお町の試験栽培をしまして、そこから始まって99年に初めて山田錦でお酒造りができました。当時一番最初にできたのはここにあるですね、めぐみの青ラベルですね。これが99年に一番最初にリリースした地元産山田錦のラベルになります。そんな形で、米作りを始めたのっていうのは、一番のところは、夏子の酒の漫画で、伏線として、うちの家で田んぼを持っていて、小学校の頃から田んぼを手伝っていたということで、今となったら分かることなんですけど、うちの会社は実は戦前は地元の農業を、米作りを背景に生まれている会社でしたので、実は戦争を挟んで今は戦前の姿に戻ったというのが本来のところなんですが、当時はそういうことを分からずに米作りを始めていったというのがスタートでございます。続きましてですね、先ほど4名の農家さんと一緒に始まった地元での契約栽培なんですが、どんな形になっていったかといいますとですね、試験栽培を経て山田錦とお町を作ったんですね。そうしましたらですね、面白いことにですね、山田錦はだいたい背丈が120センチぐらい、お町は130センチから140センチぐらいになりまして、農家さんたち何言ったかというとですね、丈が低い山田錦がいいということになりまして、農家さんたちは山田錦を栽培することになりました。で、うちの田んぼではじゃあお町をやりましょうということで、そこから始まりまして、99年山田錦のお酒が初めてできて、2000年泉橋酒造はですね、ドメーヌ宣言というのをやっています。酒造りは米作りからということで、米作りからやるんだということをホームページを直してですね、2代目のホームページ2000年はドメーヌ宣言というのをやりました。ホームページ、今だとちょっと笑っちゃって言えないんですけど、ホームページの中に目指せドメーヌ泉橋って書いてですね、ちょっとフランスかぶれっぽくなってましたが、そんなようなホームページから米作りをやるんだということを宣言してやっております。当時2000年の頃は、生産量の 15% が地元産だったと思います。ちなみに今は 90% が地元産になります。でその後農家さんとの酒米研究会は、農家さん4名とから泉橋酒造とから協力でですね、 JA 相模さん、それから地元の用水路組合さん、それから神奈川県の農業技術センターさん、そして地元の海老名市役所の農政課さん等が入りまして、その協力関係で酒米研究会ができています。面積の方も当初 0.2 ヘクタールから今年は38ヘクタールの栽培面積、主な栽培地は海老名市と座間市になっています。から栽培品種は山田錦、楽風米、新力を作っています。全員エコファーマーだったり、現在はちょっと神奈川県の環境保全型農業推進団体に認定されています。また2014年には山田錦を神奈川県産地品種銘柄への登録、2018年には楽風米の登録をしています。1年間の大きな流れはですね、1月から2月にかけて土壌分析をして、その土壌分析の結果を見て土作りをして、4月に総会を開きまして、泉橋酒造と各農家さんとの栽培面積の契約をします。で、5月が苗作り、6月が田植えで、7月8月9月で全員の農家さんで全員の田んぼを回って研究会をして、その先の天候を見ながらどういった栽培方針にしていこうということをやる圃場巡回をやっています。そして最後10月の頭にですね、田んぼを回って田んぼごとに収穫のスタート日を決めてですね、そこ一番緊張するところなんですけど、そういうのをやって、でその後、10月11月で玄米の検査をしてという感じで1年間が回っています。これが酒米研究会で、現在は7名の農家さんが入っています。続きまして今度は自社栽培の方ですね。これもずっといろいろ変わってまいりまして、当初はイベントとして田植え稲刈りをやるイベントが昨年で今で26年目なんですけど、当時はですね、うちに勤めている社員さんで農業をやってた人もいたりとかして、もしくは近所の農家さんに僕は農業を教わりながら、なんですか、日曜日の朝早くとか平日の夕方とか、忙しい中にやりくりしながらやっていたっていうのがあります。でその中からだんだんですね、農業やり方が分かってきたところと、周りの農家さんが田んぼ開くんだけどやらないかって言われてですね、
でだんだんこう田んぼが増えてきたような状態で、ちょっとずつこう泉橋酒造として農業をやっていきました。でその中に今度若手の社員が入ってきましてですね、泉橋酒造の農業からやってるから入りたいっていう人が出てきましてですね、そういった感じで一緒にこうちょっとずつ田んぼが増えていってやっていったんですが、大きく変わりましたのが2006年ですね、精米機を導入しましてですね、米作りから精米酒造りまでの一貫体制が整ったことから2009年ですね、法律がまた変わりまして農地法がですね、株式会社の農業参入が可能になりました。要は農業法人じゃなくていわゆる通常の株式会社が農地を借りれますというふうになりまして、これがすごい大きくてですね、どういうふうに大きいかと言いますと、会社の定款に農業って入れますとですね、農機具買うのに泉橋酒造でお金が借りれるから農機具の保険に入るのに泉橋酒造として保険に入れるという形で会社としての農業が可能になりまして、ここから拡大をしましてですね、社内に栽培醸造部というですね、夏は農業冬は酒造りという形の組織図に変えまして、若手の社員の成長とともに結果として夏場仕事がありますので季節雇用の杜氏さんから社員杜氏へというふうに変わっていったというところが一つです。また現在では相模原市の方にもですね農業誘致を受けておりまして、相模原市の方でも農地を借りて田んぼをやっています。またさらに2017年ですね、また法律が変わっていきまして泉橋酒造自体が農地を買えるようになっています。もともと農家さんじゃないと農地は買えないんですが、泉橋酒造が農家扱いになっておりまして、現在はですね会社としても農地が買えるようになっておりまして、当初 0.5 ヘクタールから始まった自社栽培は現在は8ヘクタールですね、田んぼ80枚になっておりまして、泉橋酒造で使うお米の約 20% を栽培しています。そんなところで、泉橋酒造の自社栽培、そして、契約栽培の相模酒米研究会というのが、今うちのお米の 90% のお米を栽培しています。続きましてよく聞かれるんですが、なんで泉橋酒造トンボのマークをこのマークを会社のマークにしてるのというふうによく聞かれます。でこれも実は米作りを始めた頃にそのままルーツがあります。95年ですね、僕が泉橋酒造に戻ってきてですね、ラベルを変えようということで泉橋のロゴを新しくしてます。その時にできたのが実はこのロゴなんですね。でその時同時に、お酒のここの会社名のところにハンコが欲しいということでトンボのマークをハンコにするんだということで、実はトンボのマークっていうのを専務の橋場由紀さんのおじさんにお願いしてたんですね。でそんな中で、トンボのマークのハンコを頼んでたんですがなかなかハンコは来ない。なかなか来なくてラベルはできてきてしまってっていうところで、簡易型でちょっと急ぎで作ったのが実はこのトンボのマークなんです。そんな形でトンボのマークができてラベルのハンコとして使ってた、落款として使ってたんですが、2003年に神奈川県内の酒屋さんが、雑誌に出るんでなんかキャッチーなラベル作ろうよっていうところから、トンボのラベルのっていうのが2003年に登場しています。これがスタート時に結果的にこれがこういうマークのこういうトンボの落款を作ってたんですけど、これは後からできてきてこれがラベルとして採用されたのは2006年ですね。今作っていない亀のを使った茜という商品にこのラベルのデザインを使っていました。今はちょっとどこも使ってないんですが、そんな感じでやっています。でトンボのラベルの意味合いとしては田んぼに行って農業やってるとですね虫や生き物がいっぱいいる中でトンボもいます。でそのトンボを殺すような農業はやらない方がいいなということで、環境を汚さないように減農薬や無農薬というのをずっと心がけているんですが、その中でそういった安心安全な農業をやってますよっていう意味合いでトンボのマークを会社のマークにしています。トンボのマークはおかげさまで愛されておりまして、今回のお酒も全部トンボのマークになっていますし、特にまた輸出等においてもですね、トンボのマークは万国共通でして誰もが理解できるということですごくトンボに足を向けて寝れないような、状態になっていますということでございます。以上泉橋酒造の農業のこれまでの歩み、そして、トンボマークの話でした。ありがとうございました。